こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、綺麗な女性のイラストですよね。アルブさんの作品でタイトルはエジプトの美女。聡明で気品のあるクールな美女を想像して描きました。リアルさもあり、透明感もある絵を描きたいと思っています。塗りすぎているせいか、透明感とは真逆な古い絵のようになってしまう気がします。時間をかけているのに理想とは違ういまいちな完成となり、いつも自分で納得できません。上達するために辛口で添削をお願いします。とのことです。はい、アルブさんご投稿ありがとうございます。辛口でね、添削してほしいということで、辛口ってですね、僕ちょっと苦手なので、辛口になるかは分かりませんが、思ったことをはっきりと包み隠さずお伝えしていくつもりですので、一つ一つしっかりとね、受け取っていただければと思います。そうしていただければ、絶対に上達につながると思いますよ。はい。でですね、まず、アルブさんのいいところは、熱意が画面に出ていることだと思います。特にね、この髪の毛の書き込みですね。このね、毛一本一本書き込むような、こういう細かい書き込みってものすごくね根気がいる作業だと思うので、アルブさんのやる気、絵に取り組む姿勢、ひしひしと伝わってきます。はい、素晴らしいです。で、どこを添削していくかなんですが、アルブさんが気にされている透明感についてですね、辛口希望ということで初めにはっきりと言いますが、僕ねちょっとびっくりしました。透明感を目指して描いたというのであれば、この絵はねほとんど透明感感じません。はい、全然感じないですね。じゃあなぜ透明感を感じることができないのか、その謎についてはですね、添削を通じて解説していこうと思います。この動画を見ていただければ、透明感の正体を知っていただけて、見ている皆さんもね、ご自分の絵に取り入れていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。はい、まずですね、とにもかくにもこうしちゃいます。はい、全体の色を少し薄くしました。透明感ってね、透明ってぐらいですから、それを表現するためには透けるような肌とか透けるような髪の毛とか、そういった透け感のある薄い色を中心に構成するのがやりやすいです。添削前の状態はですね、どちらかというとこういうね、こう黒々とした色を中心に構成されているので、そもそもね透明に感じづらかったというのがあると思います。で、次にこうですね。はい、背景の黒々とした影を消して、背景の色をちょっとだけねこう見直してみました。なぜ影を消したのか、皆さんお分かりになりますでしょうか。この黒々とした影を消しました。はい、こんな感じ。はい、でもね、この影を消しただけでもちょっとだけ透明感アップしたと思うんですよ。なぜそのように感じるのかというと、このね黒々とした影って透明感とは真逆のことをしているからなんです。黒々とした影が壁に落ちるということは、要するにこの女の人が完全にこう光を遮っているということを表します。光をねこう完全に遮断するものほどありありとそこに存在していて、だからこんなにはっきりと影がここに落ちているという表現になっているわけです。つまりはっきりと影を描くというのは人物の存在感を強める方法なんです。透明感ってですね、その逆でどっしりとした存在感はなくて、どちらかというと希薄な感じの表現ですから、これね黒々とした影を描いてしまうと真逆の表現になってしまうわけなんですね。なので影を消してみると、なんかちょっと透明感出たなっていう感じになるわけです。つまりですね、この絵は黒い影を落とす方向に進むと決めた時点で方向性をねちょっと間違ってしまっているわけですね。もしねどうしても黒い影を落としたい、だけど透明感は表現したいっていうのであれば、これね背景も黒にしてしまうのがいいかもしれません。これだけではねまだ透明感出ていませんけどね、でも方向性としてはこっちの方がいいと思います。背景も黒であればキャラの影もね背景に馴染みますから、それはそれで透明感の表現につながるでしょう。今回はね分かりやすく明るい方向性で進んでいきます。さあ次はここをこうします。はい、部分的に解説していきますが、僕ね元の絵を見た時に全体的に赤のサイドが高いなって思いました。今修正したこの首周りもそうなんですが、この髪の毛、そしてこの輪郭周り、あとは胸元、目元、全部の赤がね同じようにサイドが高いんですよね。鮮やかなんです。サイドが高いっていうのは要するにねこうグイグイっと前に来て存在感を主張してくるような色なので、これもですね透明感とはちょっと食い違います。アルブさんが入れている手数は立体を前に押
押し出してくるような手数が多いんですが、逆にね奥に引っ込めていくような手数がないんです。なので僕はこの時点で何をしたのかというと、単純にねこの首周りのサイドを下げました。鮮やかさが減ったでしょ。サイドを下げるとモチーフは奥に引っ込みますから、存在感を少し弱めることができます。透明感がねなかなか出ずに困っているという人は、こういった前に前にモチーフを押し出していくような手数をちょっと我慢して奥に引っ込めていくような手数を入れると透明感がアップすると思います。例えばね透明感があるような絵、ブルアカの絵とかもそうです。ブルアカの絵の色とかねスポイトで撮ってみてください。思ったよりもサイト低いと思いますよ。さあそしてポイントもうちょっとあります。次はこの奥の紙です。はい、ここがですね透明感という意味においてはこの絵で一番悪さをしている部分ですね。というのは髪の毛って一番透明で透け感を表現しやすい部分だと思うんですが、このね奥側の髪の毛は変作前完全に光を遮っていて真っ黒な影を落としてしまっていますよね。これでは透明感を感じられるわけがありません。奥側の髪はですねむしろこのように明るくしてしまいましょう。でね、ただ一緒くたに全部を明るくするというわけではなくて、例えばここの髪の毛はこちら側からの光の回り込みもあって明るく鮮やかな色になっていますが、こっちの髪の毛はですね前側からの順光も当たっておらずに後ろ側からの反射光も当たっていないので、ちょっとだけ右側と比べて暗くなっている。しかも暖色ではなくて少し寒色寄りに振ってあげて影を表現してあげる。こうすることで全体が明るくなりながらも面が変わっていること、立体を描き分けることができると思います。はい、ごめんなさい、ちょっとここが高度ですよね。わからないと思ったら自分でこうかなとやってみて、でもう一度この動画を見ていただけると言っていることがさらに理解できると思います。わからなかったらねこのまま進んでください。いずれ理解できるようになると思います。はい、次はですねこの顔の部分に入っていきます。この絵から透明感を感じない原因の一つに反射光が意識されていないというのがあります。たびたび添削前に戻るんですが、例えばこの子の輪郭の近くの影を見てください。主にこの部分ですね。ここがですね前から光が当たっているから奥に行くに従って徐々に暗くなっていくという風に考えて輪郭周りを暗く、そして鮮やかな赤にしちゃっていますよね。でもね光の反射がないと透明感は感じづらいですし、さっきも言ったように鮮やかな色というのはぐいぐい前に出てくる色です。この二重の意味でですねここの顎の描き方によって透明感が失われていると言っていいでしょう。じゃあどうするのかというとこうします。はい、こんな感じ。顔の透明感を表現するにはポイントがあります。これですね言われないとわからないと思うんですが、よーく見てください。この鼻から下の部分ですね、ここですね、これわかるかな。ちょっとだけサイドを下げて、そして明るくグラデーションをかけてるんですよ。顔の上半分の方が暗い、そして顔の下半分の方がちょっと明るいんです。はい、オンオフすると分かりやすいかもしれません。これが明るいバージョン、そしてちょっと暗いバージョン。こういう風にねちょっとね顎先に向けてサイドを低く、そして明るくしてあるんです。こうするとちょっとわかるでしょ。ほらこうすることで下からの反射光を感じることができるのと、あと目元、口元、ほっぺたの赤みを強調することができるので、透明感を表現するためにはねかなり大事なポイントなんです。これね言われないと気づかないと思うので、僕はね内緒にしておこうかなと思っているテクニックの一つなんですが、教えちゃいました。内緒ですよ、あんまり広めないでくださいね。さあ顎周りのサイドを押さえると赤みが際立ちます。口元やほっぺたの赤みをちょっと調整しますね。口もね少し消えてしまったので保管します。は
はい、こんな感じです。ほっぺたに赤みを少し加えたのと、あと細かいですが、目元はね、ちょっと赤みがぐるっと全体に入ってしまっていて、少し強すぎたので、こんな風にね、少し抑えました。唇はまあちょっとだけ赤みを加えた感じでしょうか。さあ、次はこの黒目を調整してみますね。はい、黒目の色も少しだけ調整しました。黒目はですね、少し紫がかっているんですが、前の状態は黒が強かったので、ここもね、光が吸収されて拡散されていないような印象でした。透明感を表現したい場合には、白と黒をはっきりとつけるのではなくて、明るくも暗くもない色、中間調をうまく使っていくことがポイントです。はい、この絵はですね、もともと中間調が少なかったんです。だから透明感をあまり感じられないんだと思いますね。さあ、次は髪の毛の部分。ちょっとね、髪の毛に関しては、この後ろ髪もそうだったんですが、一生懸命描いているのでね、手を入れるのはちょっと気が引けるんですが、思い切って添削しちゃいますね。透明感を表現したいなら、中間調を充実させるのがポイントと言いました。こうします。はい、前髪の部分を添削してみました。この部分はですね、添削前、こうバキッとですね、光が当たっている部分と、がっつりと影になっている部分、この2回調でできているように感じました。ただですね、そうすると、さらっとツヤツヤな、手ぐしで解いた時に滑らかな手触りが返ってくるような髪の毛というよりも、こうバサバサっと、ちょっとね、硬めの、ほうきのようなね、剛毛に見えるんですよ。いや、一応補足しておくと、そういう良さもあるんですよ。絵の方向性によってはね、こういう描き方の方がいい場合もあります。ただおそらくアルブさんが目指しているような透明感とはちょっとね、食い合わせが悪いよという意味で言っています。なのでね、このように中間値を多めにしてあげると、こうサラサラっとね、柔らかくて透明感があるような髪の毛に見えると思います。でね、この髪の毛の流れを表したこのタッチ、僕ね、結構消してしまったんですが、ただね、全く消したというわけじゃありません。この髪の毛の流れを細かい毛束の書き込みで表現したい場合には、透明感と両立するために、この中間値を消さないようにですね、これ分かりますかね、この手数ですね、この書き込みですね、このぐらい繊細にうっすらとですね、入れてあげると、アルブさんの絵柄的に良いかもしれませんね。はい、透明感も表現しやすいと思います。さあ、奥のこのサイドヘアも書き込んでいきましょう。やってみます。はい、サイドヘアも描きました。でですね、中間調で奥行きや立体を表現するためには、サイドや色相を意識的に使い分けるのがいいです。これね、前髪とサイドヘアの部分、よーく見てみると、ちょっとね、色相がずれているんですよね。前髪は暖色寄りの鮮やかなオレンジ色ですが、奥のサイドヘアは意識的にサイドをグッと下げて、どちらかというとね、こうグレー寄りというか、もっと言うとちょっと寒色寄りにも触れて見えますよね。こうすることで中間調だけであっても、前髪とサイドヘア、奥行きを感じられますし、このね、奥に行くに従ってサイドが低まりますから、背景のグレーとも溶け込んで透明感を同時に感じられます。このね、サイドが結構透明感を表現するためにはポイントなんですよね。さあ、それでは手前側の髪の毛も描き込んでいきましょうか。はい、こんな感じですね。手前の髪はもともと強い光が当たって白く飛んでいるような印象だったと思いますが、ここはこのままでいいでしょう。ただね、やはり影の部分がちょっと濃かったので、透明感の邪魔にはなっていました。そこを薄く調整したような感じです。最後、体の部分が手つかずでしたね。ここも他となじませます。
はい、こんな感じですね。体に関しても他と同じことが言えます。サイドを少し押さえて中間長を充実させた感じです。こちらで添削完了です。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。透明感出ましたでしょうか。造形自体は全く変えていないんですが、結構イメージ変わりますよね。バキッとね、こう激しくて強いイメージからちょっとね、繊細なイメージに変わったのがお分かりいただけると思います。今回は透明感を出すためにはというテーマでコツをお伝えしてきました。透明感はその名の通り透けている感じの表現です。実際にね、透けているわけではないんですが、透けているような感じを表現するためには大きなポイントが2つありました。1つは影をね、こう黒々としたものにしてしまうと存在感がぐっと高まって透けている感じがなくなってしまうので、黒い影を抑えていってですね、代わりに中間長を充実させていきましょう。そしてもう一つのポイントはサイドですね。特にこの作品は全体的に鮮やかな赤が入っていて、存在を前に押し出してくるような感じがありました。サイドが高いとですね、これまた透明感とは真逆の表現になってしまいます。もし透明感を出したいのであれば、全体的にサイドを抑えていってですね、で唇とかほっぺとかピンポイントでサイドを高めるようにしてみてください。この2点を押さえることで透明感の表現はうまくいくと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の添削は肌の塗り方についても結構詳しく解説しましたが、肌色って難しい、もっと詳しく知りたいという人はですね、意外とこちらの動画が参考になると思います。厚塗りのコツ伝授、バキラヘンの表紙色塗ってみたですね。この動画はバキラヘン1巻の表紙を塗った時の解説動画なんですが、バキって肌色をね塗る時にめちゃくちゃこだわっているので、かなりね細かい色の塗り分け、使い分け、書き分けをしているんですね。肌色がちょっと単調になってしまうという人はこちらの動画を見ていただければ、女性の肌を塗る時にも参考になると思います。女性の肌を塗る時にはね、その意識のまま繊細にしていくようなイメージですね。ぜひチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。